チーム陸流大全、パート3、土屋明宏ドクター編。世界一になったペアには、華やかな表彰台の裏で、誰にも見えにくい長い時間と、たくさんの人の献身がありました。パート1では、渡辺トレーナーが、毎日のコンディションと、心の切り替えを、どれほど近い距離で支えていたのかを見てきました。パート2では、医療チーム全体が、怪我と再起の時間をどう支えていたのかを見てきました。そして、パート3で焦点を当てるのは、その医療チームの中でも、危機の瞬間に最前線で未来を守った人、土屋明宏ドクターです。異変が起きた時、誰が最初に、これは危ない、と見抜いたのか。木原龍一選手が表彰台の裏で崩れた時、誰がただ救うだけでなく、その先の競技人生まで見据えて動いたのか。三浦選手が生きていてくれてありがとうと語った、その舞台裏では何が行われていたのか。今回は土屋ドクターの人物像と2024年世界選手権での緊急対応、そしてその医療が持っていた意味を丁寧に辿っていきます。金メダルを取ったチーム陸流。その裏で行われていたのは派手なドラマではなく、異変を見逃さず、見抜き、救い、次へつなぐ、非常に静かな仕事でした。それでは、ここから10分間ほどですが、温かいお飲み物でも片手に、ほっこりとご覧ください。第1章、土屋明宏ドクターとは何者か。ここで簡単に、土屋明宏ドクターをご紹介します。土屋ドクターは、日本オリンピック委員会の強化スタッフとして、スケート競技に携わり、日本スケート連盟の強化部員も務めてきた、スポーツドクターです。大会現場に帯同し、その場で何が起きているのかを見極め、選手の命と、競技人生の両方を守る役割を担ってきました。フィギュアスケートでは、ほんの少しの異変が、大きな怪我や事故につながることがあります。しかも選手本人は、滑りたいが先に立つ。だからこそ、現場で冷静に線を引ける意志の存在は、とても大きいのです。陸流の物語でも、それがはっきり現れた場面がありました。第2章、モントリオールの夜、メディカルチームがフル稼働した、極限の数時間。2024年3月、モントリオール、世界選手権の舞台です。ショートプログラムを2位で終え、連覇を目指していた、陸流ペア。けれど、この大会では、2人に次々と過酷な試練が襲いかかりました。まずは、フリー前の6分間練習で、三浦璃来選手が、スロールッツで転倒し、左肩を亜脱臼する、アクシデントに見舞われます。後に三浦選手自身が、肩を自分で押し入れました、と振り返るほど、現場は衝撃的な状況でした。突然のことに、三浦選手の動揺は小さくなかったはずです。けれど、その時、木原龍一選手は冷静でした。心の中では、このタイミングで、と叫びたくなるような状況だったと思います。それでも木原選手は、三浦選手の不安を一瞬で察し、ひたすらこう声をかけ続けたと言います。大丈夫。絶対にできる。その言葉が、三浦選手を支えました。そして、ひとたび音楽が始まると、二人は無我夢中でフリーを滑り切ります。怪我を感じさせない伸びやかな演技。会場のカナダファンも、その姿に大きな拍手を送りました。結果は、フリー首位、総合2位。悔しさと達成感、その両方を抱えながら、二人は固く手を握り合います。しかし、試練は、それで終わりませんでした。第3章、世界選手権で木原龍一を救った2時間。2024年の世界選手権。陸流はフリーで力を出し切り、銀メダルを獲得しました。ところが、その演技直後でした。キス&クライを終え、表彰式を待つ間、今度は木原選手の身に異変が起きます。止まらない咳。そして、そのまま倒れ込んでしまったのです。顔色は真っ青で、
ストレッチャーで運ばれ、酸素マスクがつけられ、表彰式や会見を欠席する緊急事態となります。この時、最前線で対応に当たったのが土屋ドクターらメディカルチームでした。即座にその場で、低血糖、過呼吸、他の急性症状も含めて、広く可能性を考えながら、検査と処置を進め、酸素吸入と気管を広げる投薬で対応。木原選手が宿舎へ戻れるようになるまで、およそ2時間にわたり、処置と観察を続けたとされています。ここで大きかったのは、単なる疲労の問題で、片付けなかったことです。土屋ドクターは、消去法から運動誘発性喘息の可能性を示し、即座に適切な治療と管理につなげました。これは、ただの応急処置ではありませんでした。未知の症状に名前を与え、これから先も競技を続けられるように、道筋をつけた。そこに、チームドクターの大きな仕事がありました。実はこの1年、木原選手はフリーの練習後に手が痺れるなど、酸素が回っていないような感覚を覚えていたといいます。それでも本人は練習不足でスタミナが上がっていないのだと思っていた。そう受け止めて前を向き続けていました。心配する三浦選手と木原選手が再び言葉を交わせたのは深夜になってからでした。その時の思いを三浦選手はこう語っています。生きていてくれてありがとう。苦難を乗り越え、銀メダルとともに二人の絆がさらに深まったそうです。そして翌朝、土屋ドクターが電話をかけると、そこにはいつもの元気な木原選手の姿がありました。そして後日、木原選手は SNS でこう綴っています。迅速に対応してくださったメディカルチームの皆様に心から感謝申し上げます。その手には、リンクの上で共に勝ち取った輝かしい銀メダルが握られていました。また三浦選手も、公式 SNS を通じ、2年前の脱臼よりは軽症で、医師からは6週間の安静、リハビリを続ければ良くなると言われていますと、症状について説明。来シーズンに向けて、自分たちが今できることを精一杯やっていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたしますと呼びかけました。そして土屋ドクターは、取材に対し、日本チームを代表して、木原選手の症状を、運動誘発性喘息であったと、正式に発表しました。これまで、一度も経験したことのない発作。今大会の過酷な激闘による極限状態が、彼の体に引き金、トリガーを引いたと考えられています。しかし、土屋ドクターらメディカルチームによる迅速な処置が、最悪の事態を食い止めました。木原選手は、その後、吸入薬などを含めた管理の中で、競技を続けられるようになっていきます。表彰台の裏で、最初に未来を守った人。それが、土屋ドクターら、メディカルチームでした。モントリオールの夜、三浦璃来選手の肩のアクシデント。そして木原龍一選手の発作。あの極限の数時間の中で、最初に未来を守ったのは、土屋ドクターら、メディカルチームでした。ただ救うだけではない。何が起きているのかを見抜き、これから先も競技を続けられるように、次への道筋までつけていく。そこに、チームドクターの本当の仕事がありました。けれど、土屋ドクターの凄さは、緊急事態で動けることだけではありません。なぜここまで、選手たちに信頼されているのか。なぜ離れていても、電話一本で安心を届けられるのか。そして、コーチやチーム全体をどうつないでいたのか。後編では、土屋ドクターの人物像と選手たちが心から信頼を寄せる理由へ、さらに深く入っていきます。ぜひ、続けてご覧ください。いいねとチャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。メンバーシップもぜひ応援いただけるととても励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、音声入りキス&クライお楽しみください。
the lightning rays. 頑張ったよ。頑張った。しゃあない。Yuchi, nice of Axel. いや。ナイスループ頑張ったよ。 Yes. 来シーズン頑張ろう。 Well, that was better than last year's Worlds. That's the reality. It's true. It's true. You know it's true. じゃあスマイルスマイル。 What's Harper's best guys? 138? まあさで。 Something like that, right? Or 136? Forgot. Zoe Mia. Merci Montréal. Les